ジーク鈴木、収入を低め血圧を高め、司令官カズコンです。いやー皆さん、あったかくなりましたね。あったかくなったということは、皆さんこれ車中泊がもうじきねシーズンオフになるってことなんですよね。いや、車中泊って北海道でも行かない限り夏は無理じゃないですか。だいたい本州の地方だと標高がね高いとこ行かないとね、よっぽどね真夏の車中泊は無理ですね。なのでだいたい平地で車中泊ができる時期っていうのはあと2ヶ月ぐらい、そのぐらいまでだと思った方がいいと思いますね。ということで、これからあと2ヶ月、車中泊を楽しんでいくために今回やります。題して車中泊しくじりグッズ5選。私司令官コースがね、今まで買った車全てで車中泊をやってきました。それでこれを買ったらもっと快適になるかな、もっと楽しくなるかなという感じで購入したものの、全然役に立たなかったもの結構あります。そういったものを今回5つご紹介したいと思います。正直ね、車中泊なんてね、これがあったら楽しいかなっていう感じでグッズを揃えて、それが失敗したりするのもまた一つの楽しみであったりはするんですけどね。はい。なのでこれはいらないなんて話は余計なお世話だなとは思ってますよ。今回動画で視聴者さんとあれがいらなかった、これがいいんじゃないかみたいな話をしたいんで、今回これをやっちゃいます。車中泊しくじりグッズ5選。1点目です。これね、この棒矢崎のイレクターパイプなんですけども、要はこれで組んだベッドキット、市販でねエブリィ専用のベッドキットとかあるんですけども、大体がああいうの高いですから、みんなこういうねイレクターパイプとかで組むと思うんですよ。なんかねワクワクすると思いますよ。確かにこれその気持ちはわかるんですけどもね、これはねおすすめできないですね。というのも、これ走行中はね椅子をね出して家族とかで持ってくんで、要はバラして持ってくんですよ。で現地に着いて組み立てると。だけども車中泊って意外とね深夜に到着するところとか多いじゃないですか。なんで夜中にね、暗闇でこれを組むっていうのは、結構大変なんですよ。で雨なんか降ってたら最悪ですからね。こういうのはねやめた方がいいと思います。それからね、前の動画でも言いましたけど、これ事故やった時刺さって危ないですからね、がっつり組み立てて組み付けしちゃうと危ないと思います。ということで、車中泊しくじりグッズ5選。最初の1点目はベッドキット、イレクターパイプ、こういったものでした。では続いてまいりましょう。車中泊しくじりグッズ2つ目は椅子、折りたたみ椅子。こういうもんですね。最近までまた証拠にもなく積んでたんですけど、この前下ろしました。正直ね、キャンプとかではねこういうのいるんですけど、車中泊の場合いらないですね。っていうのは、車に立派な椅子とか、寝るためのクッションとかあるじゃないですか。行った先でこれ全然使わない車中泊しくじりグッズ5選。2点目は椅子、折りたたみ式の椅子でした。はい、車中泊しくじりグッズ5選。3点目はこちらです。安すぎるシュラフ、寝袋ですね。これ Amazon で買ったんですけども、3883円で買いました。これねマイナス15度まで対応って書いてあったんですよ。これがねすごくね性能低いんですよ。車内で氷点下ギリギリぐらい、0度付近の時に使ってみて、ものすごく寒かったです。冷え冷えなね冷気がガンガン入ってきて全然ダメだった。しかもこれね、このナイロン地でできてるんでめちゃくちゃうるさいんですよ。寝返り打つたんびにシャカシャカ言って起きちゃうぐらいうるさい。いろんな面でもうダメダメシュラフ。安すぎるシュラフはダメですね。こういうのは安物買いの何とかになっちゃいますね。気をつけましょう。はい、じゃあ続いていきます。車中泊しくじりグッズ5選。4点目はですね、ビニール温室。なんやビニール温室って話ですけど、いわゆるお花をね育てる温室ね。家庭用の真冬に、車中泊するんで寒いからっつって
このね大きな空間だから寒いんだと思ってエブリィの、ね、荷室の中にちっちゃい空間を作っていわゆるテントみたいなのを張って温めればいいんじゃないかと思ってビニール温室買ってやってみたんですよ。全然ダメ。0度ぐらいでやったんですけど、まあ一応寒くはないんですけどめっちゃ結露しました。要はね密閉性が高いものを入れちゃうとすごい結露するんですね。なので、結露っていう点でダメでした。あと組み立てとかもめんどくさいしすごい邪魔だしね、いろんな面でねダメでしたね。やんない方がいいですよ。やんないと思いますけど。はい、車中泊しくじ入りグッズ4点目はビニール温室でした。ではラストです。ラストはこちら保冷剤です。これね、エブリィじゃなくて前の車のエクストレイルの時に買ったんですけども、これね大量に買いました。10個以上買ったと思うんですけど、要はね真夏に家族で車中泊する時にこれを凍らせて寝る時に敷き詰めれば涼しいんじゃないかと思ってやってみたんですね。これの上に確かなんかマットを引いて寝たんですけども、いやー全く涼しさは 0%。10個前後なんかじゃね足んないんですよ。真夏のね30度超えるような寝苦しい熱帯夜にこの凍ったものが置いてあっても風も当ててないから、ただただそこの冷たいのがそこにじわっとあるだけみたいな、全然冷たさが伝わってこなかった。もしかして夏に車中泊でこれ騙そうかと思う人いるかもしれませんけどね、やめといてください。これは大失敗でしたね。ということで車中泊しくじりグッズ最後は保冷剤でした。はい、お送りしてまいりました車中泊しくじりグッズ5選、いかがだったでしょうか。よかったらコメント欄に皆さんがこれ失敗したあれがダメだったみたいな話を書き込んでくれると嬉しいです。あれが良かったっていうのもいいですけどね。では次回の動画でお会いしましょう。ジーク鈴木。今回の動画のお味はいかがだったでしょうか。司令官コンスコンがお送りしました。おっさんは生き延びることができるか。